2017年1月の朝、とある住宅街の中にある小松家。中学1年生の男の子大和が洗面台の前で鼻歌を歌いながら髪型を整えている。髪型はワックスでツンツンにとんがっている。そこへ姉のひな子が来る。ひな子は大和の姉で中学3年生だ。ちょっとどいてよ。いつまでやってんの？ひな子は大和を押しのけて自分が鏡の前に立った。ひな子は肩まで伸びたストレートヘアで、金髪に赤のメッシュが入っている。右目の目尻の下にちょっと大きめのほくろがある。涙ぼくろだ。ひな子はそれをファンデーションで隠す。なんだよ姉ちゃん、まだ終わってないんだよ。ひな子はドライヤーで髪の毛をカールにする。ガキはそんな頭しなくていいの。早く学校に行きな。大和はしぶしぶ台所に行くことにした。なんだよ、姉ちゃんだってガキじゃんか。なんだって？じろっと睨む。なんでもありません。今日はちゃんと飯食っていけよ。せっかく父ちゃんが朝早く作ってくれてんだから。台所のテーブルの上にはひな子と大和の分の朝食がラップに包んで用意されている。大和は自分の分を食べながらひな子に言った。あと姉ちゃん、いい加減その金髪やめてくんない？担任から俺が言われんだよ。なんとかしろって。あと友達からも、お前の姉ちゃんはヤンキーかって。なに？玉潰すよ。大和は肩をすくめ、飼っているチワワに向かって言った。チョビ、女って怖えよな。地元の中学校、生徒たちが登校してくる。正門の前でジャージ姿の体格のいい男の先生とスーツ姿の女の先生が立っている。生徒たちは挨拶をしながら教室へ向かう。少し遅れてひな子が歩いてくる。男の先生はひな子を校門の入り口で止めた。小松、お前まだ染めてないのか。そんなんじゃ学校に入れられんぞ。ひな子は無言で少しうつむきながら立ち止まる。小松さん、もう中学もあと少しで卒業なのよ。自分のためにもうちょっと頑張りましょう。ひな子は黙ったままだ。お父様も心配なさっているのよ。これじゃあ高校にも行けなくなってしまうわ。ひな子は先生の呼びかけにも答えることなく、別な方へ歩き出す。おいこら、どこへ行くんだ。小松さん、後でお家に行きますから、先生とちゃんとお話ししましょう。ったく、どうしようもないやつだ。あんな不良がいると、うちの学校の評判がガタ落ちだ。小松さんも以前はいい子だったのに、お母さんが出て行ってからひどくショックを受けて変わってしまったのよ。先生たちは心配そうにひな子の後ろ姿を見送った。ひな子は一人でコンビニの外にいる。キャンディーを口にくわえながら携帯電話でメールを送っている。今から迎えに来て。いつものコンビニ。しばらくしてバイクで男が迎えに来る。ひな子はハンキャップのヘルメットをかぶり、バイクの後ろに乗る。ひな子はバイクの後ろで携帯の音楽を聴きながらはしゃいでいる。バイクは車の間をすり抜け疾走する。ふ
と、ひなこのリュックについている熊のストラップがちぎれて飛んでいった。あ！ひなこは後ろを振り向き、車の間に消えていくストラップを見送った。お気に入りの熊のストラップ。その時、バイクは急ブレーキをかける。ガシャン！目の前が一瞬で暗くなった。そして今見えているのはアスファルトの地面と車のタイヤ。遠くから走り寄る人の影。自分がかぶっていたヘルメット。そしてまた目の前が暗くなった。ざわざわと耳元で音が聞こえる。とてもうるさいけれど不快ではない。意識が朦朧とする中、ひなこはどこかの公園で父と母とまだ2歳くらいの弟と楽しそうに遊んでいた。気がつくと病院のベッドの上にいる。周りには数人のドクターや看護婦が慌ただしく作業をしている。ひなこはすっとベッドから起き上がる。あれ？みんな何してるんだろう。ひなこは立ち上がった。と思ったら、ふわりと体が宙に浮いて、ベッドに横たわるもう一人の自分を見下ろしている。え？ベッドの自分はあちらこちらに管をつけられて、体中傷だらけだ。ドクターたちが必死に何かしている。ひなこの髪はボサボサになっている。ああ、1時間もかけたのに。しばらくふわふわと空中を漂って、ひなこは気がついた。私、死んじゃったんだね。すると、あたりが明るくなり、空の方から眩しい光が差し込んできた。うっすらと、次第にはっきりと2体の人の形が現れる。これって、天使？ひなこは赤ちゃんに羽の生えた天使を想像する。徐々に現れる人の姿。これがお迎えなのかな？綺麗。現れたのは、想像と全く違う天使の姿だった。一人は、ひなこと同い年ぐらいの女の子で、フリルの紺色のミニスカート。おへそが出そうなくらい短い白の T シャツ。肩まで伸びたショートヘア。もう一人は、70歳くらいの男の老人で、着物かジンベエのような服に、袖のない斑点を着ている。髪は白く、肩甲骨あたりまで伸びており、顎ひげも10センチくらいはありそうだ。足元はセッタだ。でも確かに頭の上には天使の輪が光っている。二人はひなこの手を握り、光の差す上の方へと導く。ちょっと待ってよ！何すんの？あんたたち誰よ！わしたちは、あんた様を天国まで送り届けなければいけないんじゃ。そうそう。早く行かんと、輪っか消えてまうで。そう言って、天使たちはひなこの頭の上を指さした。ひなこは自分の頭の上を確かめると、確かに天使の輪がついている。天国はいいけど、あんたたち誰なの？天使のイメージと全然違うんだけど。天使。
わしらは天使じゃないけどの。まあ、一般的には、あんた様の守護霊みたいなもんじゃ。あ、そっか。ひなこ覚えてないんや。まだ、今の自分の記憶だけやもんな。一体何の話してんの？守護霊？って、私死んでんじゃん。なんで守護霊なのに天使の輪があんのよ。ひなこは老人の守護霊に掴みかかり、体をゆする。いや、便宜上都合が良いのじゃ。守護霊でも、できることとできへんことがあんねん。死んだのは変えられへん運命やから。まあ、しゃあないの。しゃあないって。あんた何言ってんの？このガキ！何でもいいから、私戻るから。と言って、ひなこはベッドに横たわる自分の体に戻ろうとする。だが、ひなこはドクターたちが蘇生手術をしている自分の姿を見て、ショックを受ける。心電図モニターが、ひなこの心臓が止まっているのを知らせていた。ひなこさん、もう戻れる体じゃないんじゃよ。ひなこは目を潤ませた。突然守護霊の女の子が、あっと言って、ひなこの頭の上を指さす。突然、ガクッと体が空中から下がる。ひなこの天使の輪は消えかかり、そして、完全に消えた。と同時に、ドシンと、ひなこは空中から床に落ちた。痛めたお尻をさする。二人の守護霊たちも空中から落ちたが、上手に着地した。なによ。なんで死んでるのに痛いの？ひなこは立ち上がりながら納得しない表情で訴えた。それはな、霊になってもまだ人間の感覚は残ってるからやねん。ひなこは今やって怒ったり泣いたりするやろ？肉体はなくても感覚はまだ生きてるんや。そこへ部屋のドアを勢いよく開けて人が入ってきた。必死に止めようとする看護婦を振り払って入ってきたのは父と弟だった。ひなこ！ひなこ！姉ちゃん！二人を必死で止めようとする看護婦と医者たち。ダメですよ！今は蘇生中ですから！それを見て、ひなこは涙ぐみ、お父さん、ヤマト、とつぶやいた。心配そうに見つめる守護霊たち。そして、ひなこは父たちの横をすり抜け、病院を後に駆け出した。あ！ちょっと！守護霊たちは慌てて後を追った。とぼとぼと昼の街を歩くひなこ。その後ろを歩く守護霊たち。街のショーウィンドウを覗き込んでも、ひなこたちの姿は映らない。ひなこは寂しい気持ちでいっぱいだった。本当に自分は死んでしまったのか、まだ信じられない。自分が歩いている感覚はまだあるのに、心はまだ生きている時と何ら変わらないのに。そう、生きている時と同じ。私の心は空っぽだ。どっちでもいい。どっちでも同じ。どうせ誰も私のことなんて分かっていないんだから。なあ、ひなこどこまで行くねんな。ひなこは無言で歩き続けた。そういえば、
バイクの彼氏は助かったらしいで。会いに行かへんの？ああ、知っとると思うけど、あの彼氏、二股してんで。しょうもない男やで。ひなこはピタッと歩みを止めた。怒りのあまり、頭から湯気が立ち上っている。ひなこは振り向き、守護霊たちを睨みつけた。なんなのよ、あんたたちは！さっきから超うざいんだけど！大体なんで私の知らない奴が守護霊とか言ってひっついてくんのよ！しかも、私の個人的なことまでしゃべくってんの？しばらく見合う三人。やっと元気になったで？ひなこはまだ怒りが収まらず、鼻息は荒いままだ。守護霊の女の子はニコニコしながら、ひなこは覚えてへんやろうけど、うちらはひなこが生まれた時からずーっと一緒におるから、ひなこのことは何でも知ってんねんで。あ、うちは稲村小春、14歳です。よろしくと、敬礼のポーズ。すると、男の方も自己紹介を始めた。わしは中村慎太郎、76歳じゃ。ひなこさん、よろしくお願いします。職業はマジシャンなのじゃ。しんちゃんと呼んでくれんかの。と言って持っていた杖に乗り移る。杖に乗り移ったが、そのままコロンと倒れてしまった。それを見て小春は、あんまり役に立たんマジックやな。てか、それ、憑依ちゃうか？と、突っ込んだ。ひなこは戸惑いながらも、状況を整理し始めた。死んだ後によろしくって、なんか変じゃない？っていうか、生まれた時から一緒って。まさか、あんたたち寝てる時とか、お風呂とかも一緒ってこと？そういうことやな。ひなこは怒りと恥ずかしさで顔が赤くなる。こんな変態エロジジイ！そう言うと、ひなこは思いっきり慎太郎の股間を蹴り上げた。慎太郎は顔面蒼白でその場にうずくまる。小春が慎太郎に声をかける。やっぱ、痛いんか？本当は、見ていないんじゃけど、の。その後、ひなこたちは街をふらふらと歩き回っていた。驚くことにドアに触ったりいろいろな感覚が残っている。美味しい食べ物やお気に入りの服など、守護霊曰く物に宿っている魂、気が感触として感じられるとのこと。ひなこは楽しい時間を過ごし、少しずつ守護霊たちとも打ち解けていった。そうすると、街のあちこちに浮遊霊たちが見え始める。こんなにいっぱい霊がいるなんて。それにその霊たちにも守護霊らしき霊が付き添っている。時々霊たちとすれ違い挨拶を交わす。酔っ払いのような霊もいる。それをたしなめる守護霊。しばらくすると、ひなこははっと気づく。事故のあった道路だ。
あの事故の記憶が蘇る。バイクで走っている。声が聞こえる。それは、小春の声だった。ひなこあかん！小春はひなこの肩を掴もうとするが、捕まえられず、その手は、ひなこのリュックの熊のストラップを掴んだ。振り向くひなこ。リュックからちぎれてしまう熊のストラップ。小春はそれを握りしめて、悲しそうな顔で車の群衆の中に消えていき、その後すぐバイクは転倒する。立ち尽くし、ひなこは涙を浮かべて小春の方を振り返った。あの時、小春ちゃんが私を助けようとしていたなんて。小春はうつむきながら大粒の涙を流す。堪忍な。助けられんくて。そう言って、小春はポケットからひなこの熊のストラップを取り出し、ひなこに手渡した。違うの。知らなくて。ありがとう。ひなこはぎゅーっと小春を抱きしめた。夜、駅前の公園。行き交う人々。手すりの上にひなこと小春は座っている。慎太郎はどこからかお酒を持ってきて、他の霊とお酒を飲んでいる。ひなこは同じ年頃の女の子を見つけて、ぼんやりとしている。みんな楽しそう。私はね、楽しくなかったの。ずっと。お父さんとお母さんが喧嘩して、お母さんが家を出てった時から。もうそれから全てが変わった。大好きだった部活もやめた。友達とも喋らなくなった。学校も嫌になったし、お父さんとも口を聞かなくなったわ。涙ぐむひなこの隣で、小春は静かに話を聞いている。小春もそのことは知っていた。それからお母さんは、一度も私たち兄弟の前に現れなかった。連絡先も知らない。私とヤマトは、お母さんに捨てられたのよ。そう言うと、ひなこは大粒の涙を流した。すべてが嫌だった。私はこの世界から逃げたいと思ってた。だから、私は死んで当然なのよ。それを聞いた小春は、ひなこに平手打ちをした。パチンと、乾いた音が響いた。そないなこと言うたらあかん。昔から見てたけど、ひなこはもっと強い人やと思っとった。辛い時も乗り越えてくれると信じとった。うちができひんかった夢を叶えてくれると思っとった。うちは、ひなこが乗り越えてくれたら、もう一度生まれ変わろうと思ってたんや。そう言うと、小春は走り出し、路地の奥に消えていく。
ひな子は頬を押さえ、ただ呆然とその姿を見送った。突然、青銅でできた太田氏助公の銅像が話しかけてきた。その像はひな子の隣に座った。それに気づいた人たちがざわめき始める。どうやら慎太郎が憑依したようだ。ひな子さん、見てごらんなさい。あの人たちを。一見幸せそうに見えますじゃろ。でもみんなそれぞれに問題や悩みを抱えているんじゃ。他の人から見ればなんてことのないことでも、その人にとっては大変な悩みをのう。それを守護霊たちが他の守護霊たちと相談しながら、なんとか解決の手助けをしようとしているのじゃ。守護霊たちは守護する人を見守りながら、最後に天国へ連れて行くのが役目なんじゃが、わしはいつも思うんじゃよ。果たして守護霊はその人にとって役立っていたのかと。その人の人生をより良いものにしたのかとの。病気や事故から守ることができなかったとき、またあまりにも早い寿命を見たときに、自分たちの無力さを痛感するのですじゃ。小春さんもあなたを守れんかったことに責任を感じているようですの。わしら守護霊は時に災害からその人を守ることがあるのじゃが、いつもそうではないんじゃよ。そう考えると、わしら守護霊は人を守っているようで、実は人に何にも影響を与えていないのではという思いになりますの。もっと大きな力が人に影響しているのではと。もしかしたら我々守護霊が人様から何かを学ぶために存在しているのかもしれませんの。誰かがこんなことを言っていましたな。なすべきは人にあり、なるべきは天にありと。何それ、日本語？そういえば小春ちゃん、生まれ変わるとか言ってたみたいだけど。するとどこからか2人の守護霊がやってきて、慎太郎に挨拶をした。こんばんは、慎太郎さん。慎太郎はこちらに向き直って2人の守護霊を紹介した。ひなこさん、こちらのお二方があなたのご両親の守護霊さんたちじゃよ。え？こちらの女性はみなこさん。あなたのお母様の守護霊さんじゃ。そしてこちらの男性の龍二さんがあなたのお父様の守護霊さんじゃよ。みなこは頭を深々と下げながら、ひなこさん、この度は本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんと謝った。同じく龍二も、私たちが至らなかったばかりに心からお詫び申し上げますと頭を下げる。あ、いえいえ、こちらこそ私の両親がお世話になってます？突然の謝罪に恐縮し、なんだかおかしな返答をしたかもしれない。ゆっくり考える間もなく、慎太郎は言った。ということで、ひなこさん。明日はあなたの告別式なのじゃが、お母様も来られるようなんじゃ。彼らがちゃんと手はずを整えてくれたんじゃよ。お母さん、会えるの？
次の日、自宅に行くと、ひなこの告別式が行われている。近所の人や同級生たちが家から出てくる。みんな泣いているようだ。仲が良かった友達やよくしてくれた先生方が悲しそうにしているのを見ると、心が痛んだ。声をかけられないことがもどかしかった。ひなこと慎太郎は外からその様子を伺っている。自分の家なのになかなか家に入る決心がつかなかった。すると家の中から小春が走ってきた。こら、ひなこ、何してんねん。もうみんなおるで。あ、小春ちゃん。あ、じゃないわ。あんたのおかんも来てんねんで。はよせんかい。と言うと、小春はひなこの手を取り、家の中へと引っ張り込んでいく。久しぶりに家に帰ってきたひなこ。久しぶりと言っても、2日前までは毎日この家から学校へ行っていた。両親から聞いたことがあったが、この家はひなこが4歳の時に建てたものらしい。ひなこにとっては、生まれた時から住んでいた家と言ってもいいくらいだ。やっぱり自分の家は、ほっとする。廊下を抜けて、居間に向かう。いつもの見慣れた居間ではなく、中央に祭壇が飾られ、白黒のクジラ幕がぐるっと居間を囲っている。祭壇の前に白い棺が置いてある。きっとその中に私が入っているんだろうな。人事のようにひなこは思う。祭壇に飾ってある自分の写真は、まだ髪の毛を染める前のものだ。黒髪を後ろで縛り上げている。家族がみんな一緒で、一番幸せだった頃のだ。棺に向かって右の方に、父とヤマトが座っている。お父さん、ヤマト。その隣になぜか高さが80センチくらいある大きな熊のぬいぐるみが座っている。ひなこはいつもその熊を抱き枕にして寝ていた。ひなこはできればその熊のぬいぐるみも棺に一緒に入れてもらいたいと思った。その前に座布団が敷き詰められ、焼香を待つ人たちが正座して並んでいる。母はどこだろう。ひなこは顔が確認できるように少し前の方に移動して母を探すことにした。見つけた。ひなこからちょうど対角線の左の端の奥。ずっとハンカチで顔を覆っているが、あれは間違いなく母だ。白くて細い手。あの手からいつも母の愛情を感じていた。忘れるはずがない。体は前より痩せたのか、少し小さくなったような気がする。お母さん。お母さん。お母さん！ひなこは叫びながら母のもとに駆け寄った。今まで抑えていた感情が溢れ出てきて、ひなこは母の膝の上でずっと泣き続けていた。しばらく時間が経って、もう参列者の人たちもいなくなり、今はもうひなこの家族だけが残っている。ひなこもありったけ泣いたことで落ち着きを取り戻した。後ろには慎太郎と小春が立っている。部屋には家族4人。関係はどうあれ、昔のように家族が一緒の空間にいることが
ひな子にはとても懐かしくて、幸せに感じられた。ただ、父と母とヤマトは重苦しい空気の中にいるようで、何を口にしていいのかわからない様子だった。ヤマトも母の方に目を向けることはできないでいる。ヤマトも本当は母のことを許せないでいるんだ。私、何とかしてみんなに今の気持ちを伝えたい。そうだ！あれを教えて！そう言うと、ひな子は慎太郎の腕を掴んだ。沈黙を破り、父は母に言った。最後に、ひな子の顔を見てやってくれ。絞り出すような声だった。母は、わーっと、今まで抑えていた悲しみを吐き出すように泣き始めた。そして、ふらふらと立ち上がる。その時、ヤマトの携帯電話がしつこくメールの着信を知らせる。ヤマトは携帯を覗き込むと、うわっと言ってひっくり返った。ヤマト、なんだこんな時にでかい声出して。父ちゃん。これ、見てよ。そう言うと、ヤマトは自分の携帯を父に見せた。LINE の着信メッセージの送り主は、ひな子だった。おーい、こら、ヤマト、電話見て。たくさん送られている。まさか。父はヤマトと見つめ合った。ひな子の携帯電話を確認するが、祭壇の横に置いてある。恐る恐る、ヤマトはメールを返信してみることにした。姉ちゃん、生きてるの？携帯好きすぎて、携帯に生まれ変わったの？残念ながら違うんだ。今、携帯電話に乗り移ってる。みんなのそばにいるよ。私今、自分の携帯に乗り移ってメールしているの。すごいでしょ。さすがにみんなも信じ始めた。姉ちゃん。じゃあ、今俺たちのこと見えてるの？うん、見てるよ。父も母も驚きながらも、本当にひな子だと確信し、話しかけた。ひな子、どうだ？元気なのか？風邪とか、ひいていないか？ひなちゃん。お母さん。ひなちゃん、ごめんなさい。謝る母の姿を見ていると、今まで言えなかったいろんな気持ちが溢れ出してくる。お母さん、何があったかわからないけど、家を出て行ったのは私たちが嫌いだから、愛していないからだと思ってた。もっとお母さんと買い物に行ったり、いろんなことを話したかった。ごめんなさい。私があんな軽はずみなことをしなければ、こんなことにならなかったのに。全部私のせいです。父は母の肩を抱き寄せ、俺の方こそ悪かった。お前の気持ちを分かってやれなくて、酒を飲んで暴力を振るったりして、と謝った。二人の間の溝はほんの少し埋まったのだろうか。ひな子は父とヤマトにもメッセージを送った。お父さんへ、
ごめんね。最後までわがままで迷惑かけて。私が学校に行かなかったり、弟をいじめたり、お父さんに悪口言っても何にも怒ってくれなかったね。でも、本当は叱ってほしかった。私も寂しかったんだよ。ヤマトへ。いつもいじめてごめんね。あの時からヤマトは何も文句を言わないで我慢しているのが分かってた。私も寂しい思いをヤマトと話したかったんだけど、できなくて。意地悪でしかコミュニケーションできなかったね。でもヤマトは世界で一番大好きな弟だよ。姉ちゃん、ひなこ。本当に申し訳ない。父さんが家族を守るべきなのに、こんなことになってしまって。すべて父さんの責任だ。変われるものなら変わってやりたい。ひなこにはみんなからの気持ちが痛いほど伝わってきた。お父さん、お母さん、自分を責めないで。私は二人が昔みたいに仲良くなってくれればいいの。ヤマトも同じ気持ちだと思う。明日から、今日からまたみんなで仲良く暮らそうよ。私は大丈夫。いつもみんなのそばにいるよ。幽霊って結構自由で楽しいの。みんなに触ることはできないけど、寂しくないよ。でも最後に忘れられないくらいみんなを強く抱きしめたかった。すると、小春がひなこの肩をトントンと叩き、大好きだった大きな熊のぬいぐるみを指さした。ひなこもそれに気づく。ひなこはメールした。お父さん、お母さん、ヤマト、プー太郎を抱きしめて。ヤマトは祭壇の横に置いてある大きな熊のぬいぐるみを持ってきて、みんなの中央に置く。それをみんなで囲むように抱きしめる。犬のチョビもその輪の中に入る。熊のぬいぐるみに入ったひなこは、家族たちのぬくもりを全身で感じることができた。あったかい。嬉しい。両親は仲直りし、ひなこは友人たちやお世話になった人たちにお礼をして回ることにした。ヤマトがひなこからのメールを読み上げて回るのだ。そして後悔のないよう過ごしたひなこはいよいよ天国へ行くことにした。守護霊たちと共に。覚悟を決めたひなこの頭の上にはいつの間にか天使の輪が浮いている。もうみんなとは会えないのかな。少し寂しくなったひなこを小春は励ます。会えるで。生きてる人たちが会いたいって思えばすぐにその人の前に行くことができるんや。うちもな、しょっちゅう呼び出されんで。そうなんだ。嬉しいかも。最後にメールで家族にメッセージを送る。みんなありがとう。愛してるよ。私はいつも近くにいるからね。ひなこは最後に家族へメッセージを送ると、守護霊たちと一緒に上へ上へと上昇していく。
そこは光で眩しく輝く世界だった。大好きだったおばあちゃんが出迎えてくれている。よく見れば守護霊たちが神々しく見える。天使みたいだ。よく頑張ったね。ひなこは先人たちからねぎらいの言葉をもらう。私は何もしてないよ。そこへある女性がひなこに話しかけてきた。みんなそれぞれいろいろあるし、生きるということは大変なこと。運命を全うしてここに来ているということは頑張ってきたという証拠よ。みんなここに来るの？そうね。すべての人とは限らないけど、やっぱり自分を許せなかったり、後悔している人は来れないわ。ここにいる人は、生をきちんと全うした人たちなのよ。ひなこ、すごいやろここ。気候も快適やし、お腹も空かへんで。完璧な世界や。小春と慎太郎はひなこに笑いかけた。見渡せば、どこまでも永遠に続く地平線。幸せそうな人々。太陽の光は優しく、青々と茂った木々はそよ風に揺れている。ここにいると、心が平和と幸福で満たされる。はよ来とけばよかったって思ってるやろ？うん。素晴らしい世界ね。本当に完璧だね。ひなこ、あっちにな、すごいところがあんねん。案内するわ。そう言って、小春はひなこの腕を引っ張る。が、ひなこは力いっぱい小春を引き止めた。小春ちゃん。小春ちゃん。私、大切なものを忘れてきた。プー太郎か？ううん。小春ちゃんも言ってた。しんちゃんも言ってた。私がやるべきこと、やりたかったこと、私にしかできなかったこと、もっといろんなことにチャレンジしたい。もっと強くなりたい。もっとみんなを大事にしたい。ひなこ、それ賛成や。小春ちゃん。小春からの意外な返答にひなこは戸惑った。すると慎太郎が得意げに言った。ひなこさん、ではとっておきのすごいマジックをお見せしましょうかの。朝日で乾いた涙を拭く。冗談だよって笑ってほしい。ごめんねってぎゅっと抱きしめてほしい。負けそうな弱虫な心誓ってよ、あの頃のように握りしめた小さな幸せ。思い出は私を守れない。探してください、かわいそうな子。時は2020年、東京オリンピックが開催されている。テレビでは日本がまた23個目の金メダルを獲得したことをアナウンサーが実況している。そんな賑やかな日のとある産婦人科医院で一つの命が生まれようとしていた。誕生の瞬間、
暗い中にそして光の中へ。そこにはひな子の両親と弟が待っている。生まれたのは女の子。元気な泣き声が部屋に響く。助産師が生まれたばかりの女の子を母親のもとへ運んだ。お母さん、抱いてあげてください。抱きかかえる母をみんなが取り囲む。その子の顔を見て母は驚いた。見て、ひなちゃんと同じほくろ。その子の右目の下には涙袋があった。それはひな子とそっくりな涙袋だった。みんなは思った。ひな子が生まれ変わったんだと。みんなが喜びに包まれる。同じ時、同じ病院で生まれた女の子がもう一人。彼女は小春の生まれ変わりだった。心の中で小春の生まれ変わりはひな子の生まれ変わりに挨拶する。ひな子、これからよろしくな。ひな子はにっこりと微笑んだ。よろしくね、小春ちゃん。その様子を慎太郎は遠くから満足そうに見守った。わっ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 わ。ジーンジーンとセミの声が響き渡る晴れた夏の日のことだった。あの頃のように生まれる前に戻れるのならば、私はあなたを離れない。探してください、かわいそうな子。見つけてください、怖い